ヤッホーとしきです。今回は京都まで進めて分かったおすすめ攻略5選ということで、いや、ちょっと待って、僕個人的に江戸で終わりかと思ったらまだ京都もあるんすね。今回は全隠しボス8体の居場所と、誰でも簡単ボス討伐戦法4選ということで、ご覧の感じで4つまとめてきましたので、アクション苦手な方もね、京都まで進んでくると結構強い敵が出てくるんで、ぜひ参考にしてみてください。このチャンネルでは他のゲームタイトルの攻略や最新情報もアップしてますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行くぞ。全隠しボス8体の場所をご紹介していきたいと思います。やっぱりね、場所を紹介するんでマップをお見せしなきゃならんのですが、ワープポイントだけ表示させるっていう設定でお見せしますので、ネタバレ防止になると思います。ぜひ皆さん安心してご覧ください。まず最初の3人は横浜にいますマイタというワープポイントからちょっと北西に進んだ川沿いですね。はい、こんな感じでご神木が目印になってますね。基本的に分かりやすく洞窟になってるんで誰でもわかるんじゃないかなと思います。こんな感じの見た目してますね。続いて2体目は平沼神殿というワープポイントから真東に進んだところ。はい、海沿いに意味ありげなご神木の真後ろに洞窟があります。ここが2体目ですね。続いて3体目は神奈川のちょっと北の方のエリアの芝尾のワープポイントからまっすぐ北に行ったところですね。ちょっと大きめの池があるのが目印です。まあここもね、その方向に飛んでいけばご神木がこんな感じでめちゃくちゃ目立つ感じで生えてるんで、ここもね、迷う感じじゃないかなと思いますね。はい、こんな感じの見た目の場所ですね。神木の下に洞窟があるパターンのところ。はい、4体目は江戸に来まして、一番北東のエリア、千塚ですね。ここのワープポイントから南に下ったところ。ご神木が3本あるのが目印ですね。ここから入ることができます。周りがね、まあこんな感じですね。本当に海沿いっていう感じですね。5体目は南の方に下っていって、芝というエリアのギリギリ右側海沿いですね。ここのワープポイントが一番近いと思います。はい、ここですね。ご神木の真下に洞窟があります。こんな感じの海岸沿いになってますね。そして江戸の最後6体目は真ん中の方のエリア、神田のここですね。ちょっとズームすると分かりやすいと思うんですけど、ちょっと川のところで出っ張ったところの向かい側って感じですね。はい、ありましたね、6体目。やっぱりご神木の真下っていう感じですね。周りこんな感じになってますね。はい、そして7体目、8体目は京都マップですね。江戸をクリアするとここに来ることができるんですけど、こんな感じでね、結構なまたボリュームが用意されてるんで、まだね、京都来てない方はぜひね、楽しみにしといてください。はい、そして7体目は右上の方のマップの白川というところの川沿いに洞窟があります。ご神木見えてきましたね。ここの向かい右側って感じですね。こんな感じの見た目の場所です。そして最後8体目の隠しボスはど真ん中のマップ烏丸のこの水路のギリギリ左端っていう感じのところですね。はい、ここが8体目の隠しボスですね。お疲れ様でした。ここが最後です。こんな感じの見た目になってますね。ここの水路を潜ってまっすぐ行けばたどり着くことができますが、まあね、ここまで紹介してきてどの隠しボスも結構強いんですけど、ここのボスは特にめちゃめちゃ強くて、なんかね、ちゃんと敵の攻撃をガードしてるのに気力ゲージというかスタミナゲージアホほど持ってかれるんで、まあ僕がね、ハードモードでやってるっていうのもありますけど、めちゃくちゃ強かったです。マジでね、パリーとか苦手だなとか、戦ってみたいけどアクション苦手なんだよなって思ってる方は、誰でも簡単ボス討伐戦法4選っていうのを紹介するので、そのどれかを使ってみる、もしくは組み合わせてやってみると思ったより簡単に勝つことができると思いますので、ぜひこの後もね、ゆっくりご覧ください。はい、弓ワンパン戦法をやってみたいと思います。これを使えるのは雑魚敵はもちろん中ボスぐらいとか、お尋ね者とかマップにいっぱい配置されてると思うんですけど、基本的には1対1のちょっと強めなボスに使えると思っといてください。もしかしたらストーリー上のボスでも使えるかもしれません。で、何をやるのかというと、まあ普通にね、弓を撃っていくんですが、10本ぐらいあって、さらにこの炎の状態の矢と毒の矢、これをね、使えるようにしておいてください。あとはね、これパンパン撃つだけで勝手にね、倒すことができます。あと一応補足ですが、能力面で弓に必要なここですね、技能の、強化アイテムの調合。これで炎と毒の矢を作れるようになって、あと正射ですね。これはね、必須スキルかなと思います。弓の連射速度を上げておかないとさっきのできないと思うんで、これは育てておいてください。さらにもう一個重要なのが、知略の方のここですね、状態異常のところの欄なんですけど、ここですね、敵異常状態で攻撃力アップ、ダメージ、今僕はレベル3まで上げてるんで、プラス 15% なんですけど、できる人はね、レベル3まで上げていただいて、まあ 9% ぐらいでも結構強いかなと思うので、ここをね、ぜひ強化しておいてください。本作はね、銃も強いんだけど、やっぱりね、弓の連射力はね、目を見張るものがありますね。実際やってみたいと思います。はい、それでは炎のやつから撃っていきたいと思います。どこでもいいんです。
とりあえず当てていただければこんな感じでホイッと。で、状態以上になったらもう連打しまくってください。勝手に毒にも切り替わるんですけど、このまんま普通に体でいいんで打ちまくってください。たったこれだけですね。これめちゃくちゃ強くないですか？こいつね、ハードモードで、かつ今京都エリアのお尋ね者で、適正レベルが37のやつだったんですけど、マジでワンパンでしたね。で、なんでこんなことができるのかというと、最初無防備な状態で炎を打ってるんで、一発で状態以上になりますよね。で、その後炎に残り2発撃って、で、毒も撃って毒にもなってるんで、またさらに状態以上で、ひるみが延長されてって、ずっとね、動けない状態になるんですよ。で、全然ね、どこ狙っていただいても足でも体でも全然大丈夫なんで、下手に頭とか狙ってしまうと、兜とか帽子とかで防がれてしまうことがあるんで、まあ普通にね、体打ってもらえれば、こんな感じで弓の連打にね、持っていくことができるんで、ぜひね、これやってみてください。めちゃくちゃ簡単です。続いて最強追い打ち方法をやってみたいと思います。皆さんね、敵の気力ゲージ、スタミナが切れたら、三角、もしくは鍵縄で投げると大ダメージ与えることができると思うんですけど、それよりもっと効果的な追い打ち方法がありまして、それがね、単銃で追い打ちをする方法なんですね。単銃の追い打ちはですね、知略の欄の左から3つ目、そして上から2つ目のここですね、単銃追い打ち。このスキルを解放することによって、L2 を押すと強力な追い打ちをすることができるようになります。どのくらい威力が上がるのかというと、僕の今のこのステータスで普通に追い打ちをすると4000とか5000ぐらいしか入らないんですけど、ちょっと一回やってみたいと思います。はい、やってみたいと思います。L2 を押すとこんな感じのモーションになって9123ですよ。やばくないですか？ほぼほぼ倍ぐらいの威力の追い打ちができるんで、これマジで強いんですよね。これ気づいてから単銃を装備することがめちゃくちゃ増えました。これはね、雑魚敵、中ボス、お尋ね者、そしてストーリー上のボスにおいても、どの敵でもやることができるんで、ぜひね、単銃は1個を装備しておいて、難しい敵に立ち向かうときはね、これやってみてください。マジで強いっすよ。続いて、属性手裏剣戦法をやってみたいと思います。これはね、もちろんお尋ね者とか、ストーリー上のボスもそうなんですけど、さっきご紹介した隠しボス相手なんかにはめちゃくちゃ有効なので、基本的に1対1の場面ではめちゃくちゃ役に立つと思います。普通にね、皆さん手裏剣こうやって、使ってますかね？案外使ってる人少ないかなって感じするんですけど、これね、結構気力ダメージが強いんですね。で、属性手裏剣ってことなんで、手裏剣はね、どうやって属性つけるのかというと、これ普通の剣の武器に属性をつける効果、今回麻痺で、まあ麻痺が一番強いんですけど、この状態で手裏剣打つとね、なんとね、手裏剣にもほら、黄色い電撃マークがついて、麻痺効果が付与されるんですね。これで手裏剣をね、連発して、どんどん麻痺させていこうっていう戦法になります。これマジでやばいっす。はい、それでは実践やってみたいと思います。手裏剣を装備してるのを確認して、これ忘れがちなんですけど、単銃の弾をしっかりリロードしてあるか確認しておいてください。で、手裏剣に戻して、麻痺をつけて突っ込むんですが、思ってるより早く麻痺ってくれるんで、結構敵との距離近くて大丈夫です。それではやってみたいと思います。できるだけ近づいて、ここら辺でもう連打しちゃいましょう。はい。で、なったらもうすぐ切り替えて単銃追い打ちですね。これやばくないですか？うわ、9142、もう敵虫の息ですね。これめちゃくちゃやばいんですよ。これ気づいたらね、敵がマジでどんどん溶けていきましたね。はい。で、また手裏剣ちょっと落ち着いてもう一回やってみましょうかね。はい、ここら辺で手裏剣ちょっと打ってみますかね。ここら辺ですぐ麻痺ると思います。はい、麻痺ったら切り替えて単銃追い打ち。これやばいですよね。めちゃくちゃ強すぎて笑けますよ、これ。いや、今作ね、属性炎とかもあるんですけど、麻痺がめちゃくちゃ強いんすよね。ほんとね、手裏剣使ってみて強いなと思ったんですけど、麻痺つけるとこんなに強くなるとはって感じで、ぜひね、ストーリー上のボスでも本当に効くんで、超強い敵に出会ったらこれ試してみてもらいたいっすね。そしてこれは皆さん知ってると思いますが、一応補足で技能の右から2列目のところですね、手裏剣の強化項目があって、気力上限攻撃力、これマックスまでやってるんですけど、プラス 18% ですよ。かなり上がるんで、攻撃力も上がるところがありますし、もともとね、補充量も増やすのも嬉しいですよね。最大25個まで持っていけるんで、かなりね、何回かできるんじゃないかなと思います。ここら辺の全力手裏剣とか、周囲投げはあんまり使わないんで、とりあえず連射して敵を麻痺させるための方法として手裏剣使えば本当に強いんで、ぜひね、これ試してみてください。ぶっ壊れブギやってみたいと思います。皆さんブギ使ってますかね？結構使ってない方多いと思います。僕もね、このブギに気づくまでは全然ブギ使わずに普通にちょんちょん四角で攻撃してたんですが、今回紹介する武器はマジでぶっ壊れてて、江戸にいる方、多分ね、中盤手前ぐらいの結構早めの段階から覚えることができると思いますんで、ぜひね、使ってみていただきたい。で、そんなぶっ壊れ武器何かというと、二刀流にあります、主人公の流派、無名流のところの、ここですね、R1 プラス×の総流っていう武器ですね。最初は上2つだけだと思うんですけど、多分だけど、片割れを1回目、もしくは2
2回目倒したぐらいで流派が育ってここ覚えたと思うので、これ気づいたら増えてて、どの段階で覚えたかいまいち詳しく覚えてないんで、あれまだ自分覚えてないよって方は、大手ゲームメディアとか攻略サイトをググってもらえれば載ってると思うので、調べてみてください。じゃあこの蒼竜っていう武器がどうやってぶっ壊れてんのかっていうとね、なんかね、よくわかんないんですけど、これ敵に与えるとダメージもそもそも結構入るのと、隙が少ないんですね。で、あと、敵の気力ゲージ、スタミナゲージですね。これがね、アホほど削ってくれるんですよね。なので、すぐに追い打ちに移行することができて、これはもう全然敵を選ばず、ストーリー上のボスでもガンガン削っていけるんで、もしかしたら道場でも使えるかもしれませんね。実際見てもらった方が早いと思うので、やってみたいと思います。どういう武器かというと、こんな感じで飛び上がってくるるんと切ってくれるやつ。これはね、R1 と×を2段階押すとやってくれます。1回だけだと飛び上がるだけですね。もしくはスタミナ切れだと、この感じで終わってしまうので、お気をつけください。で、結構もう見たらわかると思うんですけど、赤ゲージも結構増やしてくれるのと、ダメージも結構入ってるのお分かりですかね。で、一番やばいのが、これをね、ガードした時なんですね。敵がちょっとやってみましょう。ちょっとガードしてくんないかな。はい、見えましたかね。今めちゃくちゃ青いゲージが少ないのは、もうここら辺から突っ込んでいけば勝てるっていうね、感じで、まあ、追い打ちする前に終わってしまいましたが、ちょっとこれだけだとね、わかりづらいんで、もっとわかりやすい動画用意したんで、今から流しますね。それで確認してみてください。いや、でもこれめちゃくちゃ強いです。はい、これはちょっと前の手だれ戦なんですけど、こんな感じでガードされたらもうほぼほぼスタミナなくなっちゃって、2回打つだけで単純追い打ちに移行することができるんですよね。マジで強い。で、もちろん他のこういうね、どこにでもいるような雑魚敵でも一緒ですね。武器放ってしまえばこんな感じでほぼほぼスタミナないんですぐ追い打ちに移行することができますね。いやー強い。続いてこちらはストーリーで出会ったボスで、このタイプの敵はガードしてこないのでなかなかね気力ゲージ減りづらいんじゃないかなと思われるかもしれませんが、パリーとかと組み合わせるとね結構こんな感じで5リット減らすことができるんですよね。はい、慣れてきたらパリーと組み合わせたり通常攻撃で組み合わせるといい感じで、やりすぎるとこんな感じでね武器なんでスタミナすぐなくなっちゃうので、お気をつけください。こんな感じでグイ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 削っていきましょう。はい、パリーとかもやっぱできると組み合わせると強いですね。こんな感じで追い打ちにすぐいけるんでめっちゃ強いと思います。でここら辺ではい普通の他の武器打ってみたんですけど、ご覧ください。赤ゲージも少ないしスタミナも全然減らしてくれないですよね。なんでこの武器だけめちゃくちゃ強いのかなって感じでいろいろ試したんですけど、やっぱりこの武器だけが異常なスタミナ削り力なんですね。はい、これだけしか減らしてくれないですよね。やっぱりこっちの方がスタミナ若干ですけど多く削ってくれますね。まあこの武器の本来の特性はガードされたらめちゃくちゃスタミナ減らしてくれるよっていうやつなんで、まあ普通にねガードしてこないやつでも連発していれば、こんな感じでスタミナ消してくれるんでマジでおすすめの武器になってます。あとさらにすごいのがストーリーを進めていくと結構重要人物と戦ってる時ってこんな感じでブチギレモードになってなんか炎をまとって超強強モードになるんですね。それも、この武器を当てることによって敵のほら、HP の下見えましたかね、超強強モードのゲージ5リット削ってくれるんですよね。もうどこでも万能で普通に打っても強いし、なんなら普通のねダメージも結構入るんで、はいガードされるとこんな感じでスタミナ超削ってくれるんです。すげえおすすめですね。ぜひねこれ使い方慣れていっぱい試してみてもらいたいですね。もちろん使ってると武器なんでスタミナどんどん減るんで R1 を押してね、攻撃の合間にスタミナを回復するっていう練習にもなりますから、ぜひ練習してみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。京都まで進めて分かったおすすめ攻略5選でしたが、いや本当に手裏剣も強いし、なんならこの武器とか結構最強クラスに強いんで、ぜひね皆さんに使ってみていただきたいですね。京都まで進めてくるとね結構敵が強くてアクション苦手な方も困ると思うんで、ぜひ今回の動画参考にしてみてください。ちなみに改めて京都エリアこんな感じで膨大なコンテンツがまだまだ用意されてるんでワクワクが止まんないっすね。この他にもねまだ隠しボスいたぜとかこんなおすすめ武器あるよって方はコメントで教えてくれるとみんな喜ぶと思います。このチャンネルでは他のゲームタイトルの攻略や最新情報もアップしてますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上、としきでした。さようなら、バイバーイ。